すべての酒飲みに最高のお酒との出会いを。楽しい飲み会の翌朝、頭痛や吐き気に悩まされた経験はありませんか？実はこれらの症状には体内でのアルコール分解の仕組みが深く関わっています。今日は個人によって大きく異なるアルコールの分解速度や遺伝子の影響、さらには効果的な対処法まで、アルコールの分解時間と体内メカニズムについてこんな形で解説していきます。アルコールと体の関係を理解しよう。私たちの体とアルコールの関係は非常に複雑で興味深いものです。アルコール、エタノールは摂取後すぐに胃や小腸から吸収され、血液中に入っていきます。血中アルコール濃度は飲酒開始から30から60分程度でピークに達し、その後徐々に低下していきます。体内に入ったアルコールは肝臓で分解されます。ただし肝臓での処理能力には限界があり、一度に大量のアルコールを摂取すると処理が追いつかず、血中アルコール濃度が上昇し続けることになります。これが酔いの正体です。アルコールが体に与える影響は広範囲に及びます。脳の機能に影響を与え、判断力や運動能力の低下を引き起こすほか、胃腸への刺激、血圧の変動、さらには体温調節機能の乱れなども引き起こします。これらの影響は血中アルコール濃度が完全に低下するまで続きます。また、アルコールには利尿作用があり、体内の水分バランスを崩す原因となります。これが二日酔い時の脱水症状や頭痛の一因となっています。このようにアルコールは体のさまざまな機能に影響を及ぼします。その代謝と分解のメカニズムを理解し、健康的で楽しいお酒ライフを確立しましょう。体内でのアルコール代謝の仕組み。アルコールの代謝過程は複数の段階を経て進行します。まず、アルコールは主にアルコール脱水素酵素 ADH によってアセトアルデヒドに変換されます。このアセトアルデヒドはアルデヒド脱水素酵素 ALDH によってさらに酢酸に分解され、最終的には水と二酸化炭素に分解されます。人間の体内でのアルコール分解速度は1時間あたり 4g から体重 ×0.1g 程度と言われています。ただし、これは平均的な数値であり、個人差が大きいことに注意が必要です。アルコールが体から抜けるまでの参考となる時間の目安です。また、厚生労働省は節度ある適度な飲酒としてアルコール1単位を純アルコール 20g としています。ストロング缶と呼ばれる 500ml の缶ビール一つでもアルコールが抜けるまでに5時間かかるということを覚えておきましょう。飲んだうちに入らないと思っている量でも体はアルコールの影響を確実に受けています。アルコールの分解時間に個人差が出る理由。アルコールの分解時間に個人差が生じる要因は多岐にわたります。まず、一般的に女性は男性と比べてアルコールの分解時間が長くなります。これは体内の水分量の違いや肝臓の大きさといった体格からくる違いや女性ホルモンによるものです。体内の水分の絶対量が少ないため、同じ量のアルコールを摂取しても女性の方が血中アルコール濃度が高くなりやすいです。また、年齢も重要な要因の一つです。加齢とともに肝臓の機能は徐々に低下していきます。このため、高齢者は若年者と比べてアルコールの分解に時間がかかる傾向があります。さらに、飲酒の頻度や習慣も影響を与えます。日常的に飲酒をする人はアルコール分解酵素の活性が高まる傾向にありますが、これは必ずしも健康的な適応とは言えません。過度な飲酒はかえって肝臓に負担をかけ、長期的には分解能力の低下を招く可能性があります。どうしても強くなりたいという場合は、1日1アルコール単位を守り、適切な飲酒習慣を守って、少しずつ肝臓を成長させましょう。遺伝的要因と環境要因の影響。アルコールの代謝能力は遺伝的要因によって大きく左右されます。特に
アルデヒド脱水素酵素 ALDH2 の遺伝子多形は日本人を含むアジア人に特徴的な要因として知られています。 ALDH2 の活性が低い、いわゆるお酒に弱い体質の人はアセトアルデヒドの分解が遅く、顔面紅潮や動悸などの不快な症状を経験しやすくなります。一方、環境要因も無視できません。生活習慣、特に食事内容や睡眠時間、ストレス状態などはアルコールの代謝に影響を与えます。栄養状態が良好で十分な睡眠をとれている場合は、肝臓の機能も最適な状態に保たれ、アルコールの分解も効率的に行われます。また、気温や湿度などの環境条件もアルコールの代謝に影響を与える要因となります。暑い環境では脱水が進みやすく、アルコールの影響をより強く受ける可能性があります。効果的な二日酔い対策。二日酔いに最も効果的な対策は、飲酒前と飲酒中の予防的な措置です。空腹時の飲酒はアルコールの吸収が早まり、血中アルコール濃度が急激に上昇する原因となります。空腹での飲酒を避け、タンパク質や脂質を含む食事を事前に摂ることで、胃の粘膜との接触が緩和され、アルコールの吸収速度を緩やかにすることができます。食物繊維を含む野菜類もアルコールの吸収を緩やかにする効果があります。水分補給も極めて重要です。アルコールには利尿作用があるため、積極的な水分摂取が必要です。アルコール1杯につき水1杯を摂取するという目安を設けることで、脱水を防ぎ、二日酔いの症状を軽減することができます。また、アルコールの分解を助ける栄養素の摂取も効果的です。タンパク質は肝機能を支える重要な栄養素です。アルコールの分解に関与する酵素の生成には十分なタンパク質の摂取が必要。ビタミン B1 や B6、システインなどのアミノ酸は分解を促進して肝臓の負担を軽減する効果があります。これらの栄養素を含む食品を意識的に摂取することで二日酔い対策となります。運動が与える分解への影響。筋トレをする人にとって酢酸は好ましい物質です。そのためアルコールが分解され、酢酸を経由し水と二酸化炭素になるということを聞いて、アルコール×運動を好意的に考えてしまう人がいます。しかしそんなことはありません。むしろ激しい運動は避けるべきです。運動によって血行が促進されると、未分解のアルコールが体内を循環することになり、かえって悪影響を及ぼす可能性があります。ただし、日常的な適度な運動は肝臓の機能を健全に保つために重要です。定期的な運動習慣は全身の血行を改善し、代謝機能を高めることで、結果的にアルコールへの耐性を高める効果があります。特に有酸素運動は肝臓の健康維持に効果的です。アルコールと上手に付き合うポイント。アルコールと健康的に付き合うためには、自身の体質や体調を十分に理解することが重要です。まず、自分のアルコール耐性を正確に把握し、適量を守ることが基本となります。両親や兄弟姉妹、パートナーと信頼できる人とお酒を楽しみ、自分がどの程度のお酒をどのぐらい飲むと酔うのか、酔うとどうなるのかを把握しておくのも良いでしょう。一般的な目安として、純アルコールで1日 20g 程度が健康的な飲酒量とされています。また、飲酒のペース配分も重要です。ゆっくりと時間をかけて飲むことで、肝臓への負担を分散させることができます。また、定期的な休肝日を設けることで、肝臓の回復時間を確保することも大切です。週に2日以上の休肝日を設けることが推奨されています。体調が悪い時や疲労が蓄積している時は、飲酒を控えめにするか避けることが賢明です。特に服薬中の場合は、薬との相互作用に注意が必要です。不明な点がある場合は、医師や薬剤師に相談することをお勧めします。お酒はコミュニケーションツールとしての側面も持ちますが、決して強要されるべきものではありません。自身の体調や状況に応じて適切に断る勇気を持つことも、アルコールと上手に付き合う上で重要なポイントとなります。
どうでしたか？お酒は美味しく、飲む場は楽しいものです。しかし、アルコールは時に命を奪う危険性も持っています。遺伝子的にアルコールに強いのか、弱いのか、パッチテストは数百円で簡単に実施できます。概要欄に Amazon のリンクを貼っておいたので、ぜひ興味のある人は試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。